こんにちは、ズンです。今回は収納メインのルームツアー。過去に投稿した我が家の収納アイディアをまるっと一気にご紹介します。うちは70平米のマンションで10年前にリノベをしましたが、そのままでは使いにくい収納も多くて、何年もかけて少しずつ工夫してきました。プチストレスを解消してくれた簡単な DIY や100均収納アイディア、買ってよかった家事楽便利グッズも合わせてご紹介するので、少しでもお悩みのヒントになれば嬉しいです。紹介しているアイテムの一部は概要欄にも記載しておきます。ちょっと尺が長くなりましたが、エリア別にタイムスタンプをつけましたので、気になる場所だけでもぜひチェックしてみてください。はい、まずは玄関の収納から。下駄箱はリノベーションの予算の関係で、マンションにもともとついていた既存のものを再利用しています。靴はちょうど1年ぐらい前に捨て活をして収納を見直しました。その時の動画も投稿しているので、捨て活に興味のある方は概要欄からご覧ください。はい、そして今はこんな感じです。何度かの捨て活を経て、靴はだいぶ減りました。上の2段には持ち出し用のリュックとか避難用のペット用品など防災グッズを入れています。リュックの中の水とか食料は消費期限を忘れがちなので、扉の内側にメモしておいてたびたびチェックするようにしています。そして靴の収納はもうこれ何度も紹介しているんですけど、小スペースに収納できる靴ホルダーを長いこと愛用しています。これは高さが3段階に調整できるタイプ。靴の高さに合わせられるので、より効率よく収納することができます。以前は高さを調整できないタイプを使っていて、棚の高さが足りなくて靴が入らないっていうことがあったんですけど、調整できるタイプに変えたら解決することができました。ブーツも1足分のスペースに2足収納できるというブーツホルダーを気に入って使っています。こちらも長さが変えられるタイプ。結構細かく長さを調整することができるし、乾燥剤や脱臭剤を入れておけるスペースがあるっていうのも気が利いています。で、この電動自転車のバッテリーを収納しているのは山崎実業プレートの戸棚下収納ラック。本来はキッチンで吊り戸棚の下につけてラップとかキッチン雑貨を収納するアイテムです。シュッとしたシンプルな見た目はさすが山崎っていう感じですよね。下駄箱に敷いているのは防臭、防湿、防虫効果があるという備長炭のシート。効果は半永久的ということで、今年で10年目なんですけど、一度も交換していません。シートならスペースを取らないし、取り替える手間もコストもかからないというところが最高です。消火器は取り出しやすい位置に。上にわずかなスペースが空いたので、突っ張り棒を設置して折りたたみ傘を収納しています。消火器の奥には非常用トイレの予備を入れてあります。見た目がごちゃつくので、突っ張り棒を利用して目隠しの布をかけました。ちなみに非常用トイレは最近新しいものを追加で購入してトイレの棚に収納しています。そして靴箱の下に置いているのは、これ10年前に購入した無印のスチール工具箱です。残念ながら現在はこの形は廃盤になってしまったみたいなんですが、工具箱は東洋スチール株式会社製なので、同じ形のホワイトも販売しているみたいですね。気になる方は検索してみてください。我が家は靴のメンテナンスグッズを入れています。佇まいが何とも言えず可愛いので出しっぱなしにして使っています。持ち手付きで一気に運べるっていうところも便利です。はい、靴箱を背にして振り返りまして、あとは玄関ドアの収納をざっくりご紹介します。これは100均のマスクケース、マグネットで貼っています。夫用と私用の2つです。で、宅配受け取り用のハンコとペンを入れているのはダイソーのペン&印鑑ホルダー。これもマグネットで貼り付けるタイプ。で、受け取った段ボールを即座に開封するためのマグネット付きカッターもダイソーで購入しました。はい。で、自転車の鍵は3COINSで買った磁石付きインテリアフックにかけています。これもマグネットでペタッと貼れるフックです。ちなみにベンチは無印。隣のログスツールはオルネドフォイユで購入したものです。はい、そして玄関入って左側はクローゼットルーム。
4畳ちょっとぐらいの部屋に2人分の服をすべて収納しています。もう狭くて撮影しにくいんですよね。お見苦しくて恐縮でございます。正面には無印のユニットシェルフ。ここにかかっている服の4分の3は夫のものです。一番上はシーズンオフの帽子やインテリア雑貨などを IKEA のボックスに入れて収納しています。パンツ類は下段にまとめてかけていて、服好きゆえ油断すると増えてしまうので、一応このスペースに入るだけと決めています。少しでも選びやすいように色別に並べてるんですけど、色が揃ってるとすっきり見える効果もありますよね。そういえば収納本を出版するとき、これを見た編集者の方から変態ですねって言われました。いい意味でって言っていましたが、どうでしょう。はい、そして反対側はこんな感じです。夫の帽子をかけているのは無印良品の壁につけられる家具の投げし。最近はマグネットが使えるタイプが出ていますよね。で、フックは同じく無印の横ブレしにくいフックです。で、その下の衣装ケースも無印です。あまり意識してなかったんですけど、クローゼットルームは無印率が高めでした。で、衣装ケースは夫が2段、私が6段使っていて、主にシーズンオフの服やインナー、靴下などを収納しています。で、衣装ケースは半透明なのでうっすら透けますよね。この高さで使うとちょっと見た目が気になったので、プラダーにリメイクシートを貼って上に乗せています。10年目を迎えてちょっとたわんできました。で、その季節に着る服は選びやすいように衣替えで入れ替えてハンガーラックにかけています。ここはすべて私の服ですね。ハンガーラックは山善さんの伸縮突っ張り棚。天井の高さが左右で違っても設置ができます。幅も高さも棚の位置も調整可能で、間スペースにぴったり置けるのが便利でした。下の段にはハンガーのストックとかアイロンなどを収納しています。ちなみに上の段に置いているのはカインズの積み重ねたまま取り出せるケース。蓋が開いたまま止まるのが使いやすくって、来客用のスリッパを収納しています。はい、そしてハンガーラックの左側にはもともとついていたウォークインクローゼット。ウォークインといっても 1,2 歩くらいしか入れません。狭いウォークインってデッドスペースができがちだし、使いにくいですよね。ここには主に私のコートやワンピースなど丈が長い服をかけています。そして上はバッグ収納。リュックなどは昔キッチンのシンク下で使っていた伸縮ラックを再利用して収納しています。で、自立しないバッグは上に突っ張り棒を取り付けてハンガーにかけて吊るして収納しています。このバッグ収納を初めて SNS で紹介した時は反響も大きくって、メディアとか雑誌で取り上げてもらったりもしたんですけど、あれから数年、バッグ用のハンガーが出たり、ツイストフックが100均で買えるようになったり、便利な収納アイテムがどんどん出てきて、ほんと日々進化しててすごいなって思います。バッグもね、何度か捨て活をしてきて、最近は自立するタイプが増えてきたので、しばらくは今の収納のまま様子を見ようと思っています。そういえば、以前100均の材料で DIY した紙袋の収納ケースもまだまだ現役で活躍中です。紙袋はね、主にメルカリで売るときに再利用していて、たくさんはいらないんですけど、ないと結構困るんですよね。IKEA に行くときに持っていくバッグもここに入れています。以前は大きな紙袋にまとめていて、重たいし、ほんと取り出しにくくてイライラしてたので、これは本当に作ってよかったです。はい、そしてアクセサリーは鏡の近くに置いています。これも無印でした。私が使っている仕切り付きのアクリルケースはもう10年以上前に買ったので、今は売ってないかもしれないんですけど、指輪やピアスなどを収納しています。高価なジュエリーにはあまり興味がなくて、どれもプチプラです。シルバーが多いですかね。で、こちらは無印のネックレスピアススタンド。これはまだ今も売ってると思います。これにしてから出かける前にチェーンが絡まってワタワタするっていうことがなくなりました。使いやすくておすすめです。はい、そしてよく使うリュックはドアにかけています。使っているフックは私が激推ししている 3M のコマンドフック。これは耐荷重 4.5 キロというパワフルなタイプです。私のリュックは2キロもあれば十分だと思うんですけど、大は小を兼ねるで安心感抜群です。綺麗に剥がせるので賃貸にも使えるし、耐荷重 6.8 キロなんていう驚きのフックもあります。
でコマンドフックは衣装ケースの横にも貼っていて、こちらにはエコバッグなどをトートに入れて収納しています。確かこのフックは耐荷重 1.3 キロだったと思います。はい、お次は寝室です。以前の動画でもご紹介しているんですけど、6畳にシングルベッド2台を入れていて全く余裕がありません。できるだけ圧迫感が出ないようにインテリアは白を基調にシンプルに、家具も必要最低限というかスペースがなくて置けないんですが、寝るだけと割り切ればおこもり感もあって悪くはないです。でこのベッドサイドの小物置きにしているシェルフはそれどこのですかってよくご質問いただくんですけど、これは楽天で購入しました。石膏ボードの壁に小さな穴で取り付けられるタイプです。私はタムを選んだんですけど、他にもウォールナットやメープル材もありました。サイズも結構豊富に揃っていたので、概要欄にリンク載せときますね。床が隠れないので広く見えるし、掃除もしやすいところが気に入っています。そして最近シェルフの下にダイソーで買った取り付け式引き出しを貼りました。夫側の引き出しにはリモコン類を入れています。でこの引き出しは粘着テープで貼る仕様だったんですけど、私は現状回復ができるように剥がせる両面テープコマンドタブで貼っています。私側のシェルフの方も同じ引き出しの小さいサイズを貼っていて、ハンドクリームとか耳栓などを入れています。以前はシェルフの上に置きっぱなしでちょっとごちゃっとしていたんですけど、引き出しのおかげですっきりしました。はい、そして窓際はほぼ猫様のスペース。床置きタイプの猫ベッドと猫ステップ、そして少し高い位置にも猫ベッドを置いていて、飼い主が寝室に移動するとだいたい姫も寝室に来てどっちかのベッドで寝てることが多いです。冬の間はね、足の間とか布団の中にも入ります。猫ベッドの下の収納は IKEA のスモースタード、布団乾燥機と猫の毛布などを入れています。以前はここに防災グッズを収納していたんですけど、上に重なっているしサイズは大きいしでずっとどうにかしなくちゃなと思っていて、やっと昨年重い腰を上げて収納を見直し、防災グッズは全部玄関収納に移動しました。で小さな家具に入れ替えたことで、前よりはほんのちょっとだけ通路が広くなって移動しやすくなりました。そして寝室で一番大きな収納はここ、ベッド下収納です。これは本当に買ってよかった。布団やタオルケット、長いものなどを収納しています。うちは大物を収納できるストレージがないので、ベッド下は大事な収納スペース。ガス圧式なので軽い力で開けられるし、閉じるのもワンタッチで一瞬です。もう一台のベッドはケチって引き出しタイプにしたんですが、こっちも跳ね上げ式にしとけばよかったと思っています。引き出しの方はベッドの下の収納を使うためには重たいマットレスを溶かさなければならず、これがなかなかの重労働。とにかく面倒なのでめったに開けません。仕方なく昔のアルバムとか仕事の作品などを収納していますが、こっちも跳ね上げ式にしておけばもっと有効に使えたのになと思ったりしています。はい、で寝室の隣のドアはストレージです。と言っても奥行きはわずか25センチしかありません。もともとは奥が深いウォークインストレージだったんですけど、ちょうど反対側に冷蔵庫が入るように設計したら、こちらの収納が極狭になりました。それでも Wi-Fi ルーターや分電盤、ダイソンがちょうど収まってくれたので、私にとってはありがたいスペース。主に掃除グッズや紙物のストックを収納しています。横の棚にはダイソンのツールなどを収納。フロアワイパーは100均のモップキャッチでドアの裏に浮かせています。そしてペーパー類のストックを入れているワゴンはちょうどいいサイズの収納が見つからなかったので、100均のワイヤーネットとスノコで作りました。作ったといっても組み立てただけですかね。工具不要で好きなサイズに作れます。詳しい作り方は概要欄に載せておきます。はい、お次はトイレ。なんてことない普通のトイレです。
床はもともとクリーム色のクッションフロアだったんですけど、気に入らなかったので置くだけフロアタイルで DIY をしました。これ本当に置くだけでテープも糊も不要なのでいつでも簡単に剥がせます。背面にある戸棚は結構位置が高くって上段は背伸びをしても奥まで手が届きません。で、取っ手付きのケースを探したんですがちょうどいいサイズが見つからなかったので100均の焼き網でバスケットを作りました。おかげで無事に脚立を出さなくても取れるようになりました。他は特にこだわりがあるわけじゃないんですが、トイレ掃除のウェットシートは乾きやすいのでタッパーに入れています。確かこれは IKEA のですね。使い捨てトイレブラシは100均のケースに入れています。これ割と匂いがするので蓋付きを使っています。で、トイレブラシの本体は手洗いシンクの下に。あと、今は使っていない人も多くなったと思うんですけど、トイレマットは洗濯が面倒でやめました。トイレ用のスリッパも布製をやめて EVA 樹脂のサンダルを使っています。これは無印なんですけど、最近は100均にもありますよね。トイレ掃除のついでにささっと拭けばいいし、汚れが気になって洗ったとしても布製と違って拭けばほぼ乾くので本当に楽です。もう布製には戻れません。はい、そして癒し要因の姫の写真を入れているのは IKEA のフレーム。壁紙用のコマンドフックで飾っています。コマンドフックは綺麗に剥がせるし穴も開けないので賃貸の方でも安心して使うことができます。はい、お次は洗濯機周り。ご覧の通り洗濯機置き場は洗面所と脱衣所を兼ねていて、これ入居時に撮った動画なんですけど、洗濯機周りに全く収納がありませんでした。そんな時に便利なのはやっぱり突っ張り棚ですよね。だけどこのままでは見た目があれなので、ホームセンターで木材をカットしてもらって木工用ボンドでくっつけてカバーを作り、突っ張り棚の上に乗せています。詳しい作り方は過去に動画でもご紹介しています。これネジも釘も使ってないんですけど、9年以上壊れずに使えています。下から覗くとこんな感じですね。S 字フックもかけられるのでこれが結構便利です。ちなみにバスケットは IKEA で中には洗濯バサミを入れています。はい、そして防水パンのこの隙間も収納に使いたくて、同じくホームセンターで木材をカットしてもらい木工用ボンドでくっつけてカバーを作りました。今はこの排水ホースカバーって市販でも買えますよね。だいたいいつも探してる時は売っていなくって、作った後に発売されるパターンが多いんですよね。なんででしょう。で、これ以前ご紹介した時に洗濯機の振動でガタガタしませんかっていうご質問をかなり多くいただいたんですけれども、我が家はガタガタすることはありません。はい、こうして目立たく収納を置けるようになったので、ニトリのマルチ収納を4段重ねて載せています。ここには洗濯ネットや下着、石鹸のストックなどを入れています。そしてその上に載せているのは100均のウェットシートボックス。ペット用のウェットシートを入れています。これはパチンと気持ちよく閉まるし、見た目も100円とは思えないクオリティで気に入っています。はい、そしてこちらも何度も紹介しているんですが、セリアのアイアンバーですね。100均の超強力マグネットで洗濯機にくっつけてクロス掛けにしています。これも9年以上使っていますが、錆びたりもしていません。100円でこれだけ使えたらほんと十分ですよね。はい、で時計は無印の駅の時計ミニです。小さくてシンプルで無印らしいデザイン。裏面はマグネットになっています。はい、そして洗面台はこんな感じで、こちらもファミリータイプのマンションによくあるなんてことない洗面台。残念ながら予算の関係で洗面所はリノベができず、既存の扉や床の色が好みではなかったので、扉にはリメイクシートを貼りました。選んだシートは3月のリアテック。ほんとリアルな木目でシートとは思えないクオリティです。さすが3月。そして床はトイレと同じく置くだけフロアタイルを敷いています。ほんと扉は貼るだけ、床も置くだけ。DIY 初心者に優しいアイテムが続々登場していて嬉しい限りです。そしてずーっと気になっていたクリーム色の壁紙も
やっと重い腰を上げて張り替えました。壁紙を貼るのはちょっと難しかったんですけど、白い壁紙にして洗面所が明るくなりました。貼ってよかった。さらにその後、これはステンレスパネルのシニオンも貼りました。動画でもご紹介していますが、これはタイルのような見た目なのに磁石がくっつくんです。要は壁をマグネット仕様にできるアイテムということですね。磁力もバッチリです。これ人気すぎてしばらく品薄だったんですけど、最近ニトリにも似たようなアイテムが登場しています。我が家は洗面台の左右に貼って、左側には夫の電気シェーバーと3コインズの歯磨き粉ディスペンサーを浮かせています。そして右側は壁紙を貼り直した時にタオルハンガーを撤去してしまったので今何もないんですけど、浴室乾燥機を入れている間だけシャンプー類のボトルをくっつけて置いています。ちなみにこれは下から出るマグネットディスペンサー、下から出るので最後まで使い切れるし、液だれもしません。それまで使っていたポンプタイプに感じていたプチストレスはこれに変えたことでだいぶ解消されました。最近は泡タイプも出たみたいですね。ニトリや楽天、アマゾンでも購入できます。そして右奥に置いているのは猫のうんち袋。驚異の防臭袋ボスを使ってるんですけど、S サイズの1箱分が100均プルアウトボックスのロングに気持ちいいほどシンデレラフィット。もちろん1枚ずつ取り出せます。掃除用のスポンジは3コインズのシンクにくっつくキッチンスポンジを半分にカットして使っています。だいぶ変色して黄色くなっちゃいましたが、白いスポンジはそういう運命だから仕方がないですね。ガラスやシンクにピタッとくっついてホルダー不要で浮かせられるところが便利です。そして洗面台下の収納をざっくりご紹介すると、一番下の引き出しはハンガー類、真ん中はメイク用品のストックやポーチなど、ちょっと雑然としているのでここは要見直しです。一番上はメイク用品、無印のデスク内整理トレイで仕切っています。で、洗面台下は観音開きで、右の扉の裏は100均のワイヤーネットを吊るして掃除道具などを収納しています。ここで使っている収納グッズは全て100均で購入しました。本当に100均様々です。そして左側の扉の裏も100均グッズを愛用中。ダイソーのマグネットタイプ傘立てでヘアアイロンと櫛を収納しています。扉にはマステと両面テープでトタン板を貼ってマグネットがつくようにしました。こちらもシニオンに貼り替えようかなと一瞬思ったんですけど、見えないところだし落ちる気配もなく使えているのでこのままにすることにしました。そして洗面台下の真ん中はこんな感じです。年に1回マンションの排水管清掃があるので、排水管周りが簡単に開けられるように収納は左右で分けて置いています。基本的に洗剤類は詰め替えていないんですけど、袋のままだと使いにくい粉類の洗剤、重曹クエン酸セスキだけは100均の洗剤ボトルに詰め替えています。で、たまにご質問いただくこのステンレスの収納ラックは20年ほど前にディノスで購入したものです。20年間一度も壊れず比較的綺麗な状態なので特に不満なく使い続けています。使用頻度が高い洗剤はさっと取れるようにケースには入れずラックに乗せた状態で使っています。で、左側は無印のケースに洗剤やデンタル用品のストックなどを収納。特に使いにくいと困っていることもないので、ここは入居して10年近く一度も見直していないかもしれません。それにしても観音開きがあまり好きじゃないので、いつかまたリノベする時があったら次は引き出しタイプにしたいです。そしてお次は洗面台の鏡裏収納。一番右は私のスペース。基礎化粧品やメイク用品を収納しています。以前の動画でご紹介していますが、使っている収納アイテムはここもほぼ100均です。軟膏と毛抜きを入れている小さなケースはダイソーのコスメ収納ホルダースリム。で、この字ラックとして使っているのは皆さんご存知、100均のスチール製のブックエンド。100均のマグネットでくっつけています。重ねる幅で左右のサイズを調整できるので便利です。で、メイクブラシを入れているケースはキャンドゥのクリアシンプルケースペンスタンドミニ。ブラシがガチャガチャして使いにくかったので、100均の仕切り板を組み合わせて
ブラシの仕切りを作りました。少し前にこの作り方を TikTok に投稿したら結構反響があって嬉しかったです。はい、でマスカラなど細長いコスメはダイソーのティータイムラックに収納しています。斜めになっているのでぐんと取り出しやすくなりました。でその上にわずかな隙間が残ったので、ここには突っ張り棒にブックエンドを差し込んで、ちょっとした小物が置ける薄い棚を作りました。で真ん中は夫と2人で使うスペース、ティッシュや歯ブラシ、整髪料などを入れています。で夫がコロナになった時に歯磨き粉は共有しない方がベターと聞いて、歯磨き粉は1人1つ、歯ブラシを置く位置も離しました。で今もなんとなくそのままになっています。で扉の裏には100均のスイングケースに細かいところの掃除に使うリペアスティックを入れています。ここはマグネットがつかない場所なのでマグネット補助板を貼っています。で一番左はドライヤーと夫のもの。夫は特にこだわりなくただ置いてるだけですね。洗面台横には既存の細い収納棚があって、下には猫用品、あと上には洗剤類を収納しています。ここは姫のトイレ置き場に近いので、一番下には猫のトイレグッズを、姫がうんちをした時に一歩も動かず拭けるようにしました。毎日のトイレ拭きはトイレットペーパーを使っているんですが、そのトイレットペーパーを入れているケースも100均です。これはダイソーのロールペーパーケース。裸のまま置いておくよりも使いやすいかなと思います。でその上の棚にはタオル類。バスタオルは1人3枚ずつで、買い時を迎えたものからミニバスタオルに変更中です。でその上は日々キッチンなどで使うハンドタオルをまとめて収納しています。ドア裏の壁にはラダーラックを立てかけています。これ引っ越しの時に暫定でここに置いたら、ドアを開けるとちょうど隠れて見えなくなるってことで、思いのほか便利でそのまま定着しちゃいました。洗面所は姫のトイレがあるので基本的にずっと開けっぱなしなんですよね。見えないだけに放置してきたけど、今回撮影してみて壁にタオルハンガーを取り付けちゃってもいいかなとぼんやり思い始めています。やるかどうかは分かりませんが、でちなみにラックにはお風呂場や洗面台を拭くマイクロファイバークロスなどをかけています。はい、お次はリビング。ここだけドアノブが縦なのは猫が自力で開けるのを防ぐためです。噂をすれば待っていましたね。はい、LDK はだいたい20畳ぐらいの広さで、入って左手にストレージがあります。これはマンションにもともとついていた既存の収納で、我が家では一番大きい収納なんですけど、奥行きが70センチと深めで微妙に使いにくいです。今までも何度か収納見直し動画を投稿しているんですけど、今はこんな感じで使っています。一番上は手が届かないので、小さい季節家電とか売る時用に取ってある空き箱類。空き箱類は知らず知らずのうちに増えてしまうので、たびたび見直して不要になった箱は処分しています。取り出しにくい奥の方には過去の掲載誌などや使用頻度の少ないものを、2段目の手前は取説とか保険などの書類系、ニトリのファイルボックスに個別ファイルを使って分類ごとに分けて入れています。ラベルは分かればいいので超適当です。基本的に大雑把なんですよね。でその下は雑貨類。100均で買って余ったフックとかテープとか、予備としてポイポイ入れてるだけの状態です。見直そうと思ってから早1年が経過しました。この工具箱もね、結構古いです。デザインが気に入って買ったんですけど、重いのがネックなんですよね。でこちらのポイポイボックスはカレンダーを再利用して折って作りました。その下は何かと使える新聞紙のストックや雑誌などをファイルケースに入れて収納しています。こういう斜めカットのファイルケースっていうのは見せる見せないを選べて便利ですよね。例えば扉のない収納で使う時も来客時はひっくり返しておけばすっきりできます。でその横は薬類。中に仕切りを忍ばせて立てて入れています。引き出しは無印です。
そして一番下は全部夫の本です。キャスター付きの本棚はニトリで購入しました。紙の本が好きで何度も読み返すタイプなので本は増える一方です。私的にはちょっと困っています。で、最近購入したソーラーパネルはここの隙間にギリ入りました。あと扉の裏には一時的に保管したい DM などをクリアファイルに入れてフックに引っ掛けています。はい、そして右の収納はメルカリなどで使う緩衝材を、これはニトリのケースに入れています。で、その下には猫様のおもちゃ、これはボール系とかですね、バスケットにまとめて入れています。で、絡まりやすい猫じゃらし系のおもちゃは扉の裏に、これは100均の材料を使って DIY しました。作り方は動画でもご紹介しています。で、3年以上経ってスポンジはひどく変色しちゃったんですけど、機能的には問題なし、落ちることなくちゃんと使えています。ただ次回は黒いスポンジで作った方がいいかなと思いました。で、他とはテイストが異なるこの小引き出しは亡き祖父が作ったものです。で、祖父が同じく作った木製パズルもいろいろあるんですけど、これも捨てられずに置いています。その下はクリスマスのオーナメントとかを入れています。そして一番下は奥が深い収納だと使いにくい場所なんですよね。で、奥のものも一気に引き出せるように衣装ケースを入れました。サイズの合うケースが半透明だったので、白い厚紙で目隠しをしています。で、ここの中は保冷バッグとかミニトート、小さな袋など遊びに来た友達が持ち帰るものを入れられるようなちょっとした袋を収納しているんですけど、少し多いのでそろそろ見直した方が良さそうですね。一番下は夫が好きに使っています。そして奥の左手がリビング。こちらのスペースはテレビ周りぐらいしか収納スペースがないんですけど、テレビボードの横に置いているブリキのトランクはかれこれ20年ほど前に混乱ショップで買ったもの。2個セットで売っていました。上のトランクには以前仕事で使っていた素材集とかアプリとかを入れています。そろそろ処分したいところなんですけど、まだ使う可能性も否めず、未だそのままです。下のトランクは保存義務のある確定申告関係の書類を収納しています。ここはね、年1回しか開けません。で、テレビボードの中はご紹介するほどでもないんですけど、年季の入りまくった DVD プレイヤーがまだあります。あと DVD は100均の不織布仕切りケースに入れています。とはいえね、DVD もいずれ見れなくなるだろうし、今後どうするかが課題です。最近はここのソファーでパソコン作業をすることも増えたので、ポータブルハードディスクは脇に置きっぱなしです。セリアのアクティブファイルケースに同じくセリアの L 字透明式リーターを貼ってハードディスクを収納しています。縦にしてもずれないし、一気に持ち運べるので使いやすくなりました。はい、そしてリビングの背面にはワークスペース。デスクは IKEA で購入しました。買った当初はもっと淡い色だったんですけど、やっぱり経年変化でかなり濃くなってしまったので、明るい色にしたくてリメイクシートを貼りました。シートはね、洗面所と同じ3月のリアテック。ダイニングよりも大きなデスクなので、面積が広い分色が変わると印象も結構変わりますね。おかげで明るい雰囲気になりました。パソコンの下に置いているのは IKEA のエロベンというモニタースタンド。白と木目の組み合わせがドストライクで、ネットで見てすぐに買いに行きました。ペンやクリップ、糊やメモなどの文房具を収納しています。デスク上のもう一つの引き出しは無印の小物収納。6段と1段を2つ組み合わせて、ミニ付箋やホチキス、朱肉に消しゴム、スマホのケーブル系などなど、細々したものを収納しています。
で、デスク横はムートのスタックドシェルフ、仕事の書類やカメラの機材などを入れています。この白い収納は確かディノスで購入したもので、もう20年以上経っている気がします。購入当時はファックス台として売っていました。懐かしいですね。今はコピー用紙や電池などを入れています。はい、お次はダイニングとキッチン。ダイニングは特に収納はないんですけど、電源タップはテーブルの足にくっつけています。使っているのは 3M のコマンドファスナー。貼って剥がせる面ファスナーで、カチッと音がするまでギュッと一押しすればしっかりくっつきます。簡単に外せるし、ファスナー自体も綺麗に剥がせるので、傷をつけたくない家具でも安心して使うことができます。で、同じシリーズでコードを束ねておけるコード用ハンガーというアイテムもあります。もちろんこちらも綺麗に剥がせるタイプです。はい、お次はキッチン。キッチン自体はパナソニックの L クラス。手前のカウンターはセミオーダーで作ってもらったんですけど、壁付きキッチンは横270センチの標準的なサイズです。カウンターの収納からご紹介すると、キッチンと反対側は観音開きで奥行き浅めの収納スペースになっています。水のストックとかマグカップ、グラスなどを収納しています。反対側はすべて引き出しにしてもらって、食器類はすべてこちらに。食器が好きなのでね、決して少ない方じゃないんですけど、入らなくなったら処分するなりしてここに入るだけと決めています。対面にちょうどいい感じに食洗機が置けたので、一歩も動かず食器がしまえて超便利。これは本当にやってよかった。はい、そして3段目はタッパーやトレイなどの雑貨類。はい、中断してすいません。はい、そして一番下はレトルトや缶詰などのローリングストック。本当はね、パントリーが欲しかったんですけど、スペースの問題で断念しました。引き出しの中は無印のアクリル仕切りスタンドや100均の仕切りを忍ばせています。箱に入ってないレトルトは仕切りのおかげでかなりすっきり収まるようになりました。で、左側の小さな引き出しにはカトラリー類。トレイはキッチンにもともとついていたものです。本当はね、色が好みじゃないんですが、専用トレイだけあって機能面では申し分なし。これに代わるトレイを見つけられずにいます。で、この箸置きを入れているケースは一つが無印で、もう一つは100均です。もうね、もはやどっちがどっちだか見分けがつかないほどそっくりですよね。で、爪楊枝はセリや竹串は無印のペンケースに収納しています。で、その下の段にはレジ袋のストックやらミニすり鉢、おろし器、ガラスの器などの細かいキッチン雑貨。レジ袋はこれ100均のケースに折って入れていて、もっといい方法がありそうだなとは思っているんですけど、割と小スペースに収まっているので、なんだかんだ10年このスタイルが続いています。で、その下の段はコーヒーカップやコースター。ここはね、コーヒーメーカーの近くなので、ここに収納しています。一番下は鍋つかみとマイクロファイバークロス。あとはガムシロとか使い捨て手袋のストックなどを入れています。で、カウンターの隣はゴミ箱と家電置き場。一番上は玉ねぎなどの根菜類を洗えるバスケットに入れています。で、IKEA のリーサトルプにはテーブルクロス。一番上は突っ張り棒で棚を増やしてランチョンマットを収納しています。最近ね、もう一段棚を追加してオーブンレンジの天板入れを作りました。それまではずっとレンジの中に入れていて、使うたびに出し入れをしていたので、かなりこれ楽になりましたね。もっと早く棚を増やせばよかったなと思いました。家電はこれ以上置けないので諦めているんですが、本当は欲しいキッチン家電がいろいろあります。ノンフライヤーもね、本当は大きいサイズが欲しかったんですよね。10年前は欲しい家電がこんなに増えるとは想定できなかったので仕方がないんですけど、もしまたリノベする機会があったら家電置き場は今よりも広く取りたいなと思っています。はい、そして買い替えようと思いながらなんだかんだ20年以上使っているゴミ箱。
下には100均のミニキャスターを貼って動かしやすくしてあります。で、冷蔵庫との隙間にはタワーのランチョンマット収納を設置しています。これはマグネットでペタッと貼るタイプ。本当にね、まるっと隠れて存在感がゼロ。隙間を有効活用できて助かります。で、釣り戸棚は IKEA で購入しました。パナソニックでもね、似たような戸棚はあったんですけど、お値段なんと23万円で予算オーバー。それが IKEA ならトータルで3万円。かなりコストカットができました。前の家の釣り戸棚は天井までのタイプで、一番上の棚は手が届かず、出し入れが面倒で結局使っていなかったので、あえて上部はなしに。抜け感も出てすっきりしたし、何より全ての棚に手が届くので使いやすいです。で、中の収納も全て IKEA です。ざっとご紹介すると、無印のみじん切りチョッパーに、食洗機用の洗剤。ちょっとごちゃついておりますが、で、ここには割り箸や紙皿、ペーパーナプキンを入れていて、で、こっちはハンドブレンダーを一式収納しています。で、これはサプリ類ですね。で、キッチンクロスのストックなどなど。で、こちらはスポンジのストック。で、これは毎日使うキッチンクロス。主に IKEA を使っています。そして右側は、上段のボックスも IKEA で、パンやお菓子作りに使う道具を収納しています。一時期ね、お菓子作りにめちゃめちゃハマっていて、毎日のように焼いてる時がありました。今も時間があると作りたくなるので、これは老後の楽しみのために取ってあります。毎日使うわけじゃないので、蓋をしてしまっています。で、こちらはアルミカップなどの製菓用雑貨。これはもっと整理しなくちゃですね。で、下の段は調理中に使うラップやホイル、調味料など。保存袋も以前は100均のケースに入れていたんですが、詰め替えるのが面倒になって今はパッケージの箱のまま使っています。で、100均プルアウトボックスの中は使い捨て手袋。手袋はね、このケースに入れた方が使いやすいです。で、奥には砂糖のストックと油を処理する時の廃油パックなどを入れています。で、手前には塩コショウ、砂糖などの調味料。この戸棚は上開きで開けたままにできるので、基本的に調理中は開けっぱなしにしています。で、扉を閉めてしまえば見た目もすっきり。使いやすくて気に入っています。はい、そして今度は壁付けのキッチンの方の収納をご紹介します。見せる収納にも憧れはあるんですけど、物があると掃除の時にどかすのが面倒で、ワークトップにはできるだけ物を置かないようにしています。唯一出しているのは、コロナを機に使うことが多くなった洗えるキッチンペーパーと消毒用のアルコール。これも浮かせようか迷ったんですけど、壁の掃除がしにくくなるかもなと思って、もう何年も保留にしたままです。ちなみに普通のキッチンペーパーは戸棚の横にマグネット補充板を貼って浮かせています。で、最近よく使うせいろは洗った後、ある程度乾いたら完全に乾くまでレンジフードにかけています。使っているフックは無印の横ブレしにくいフック。たまたま手元にあったんで使っているんですが、100均のマグネットフックでも良さそうですよね。出しっぱなしだとやっぱりちょっとホコリや油が気になるので、完全に乾いたらコンロ下の引き出しに収納しています。一番下の引き出しには比較的重い鍋を収納しています。で、その上の引き出しは、普通すぎて突起することないんですけど、フライパンやまな板、油系を収納しています。もはや当たり前になったフライパンスタンドは山崎実業さんのタワーを愛用。蓋は無印のファイルボックスに入れていて、で、レトルト絞りやせいろのシートは無印のファイルボックス用ポケットに入れて、ファイルボックスに引っ掛けて収納しています。で、まな板類を立てているのは IKEA の鍋蓋オーガナイザーバリエラ。結構重くてずっしりしているので安定感もあるし、伸縮できて幅を調整できるのが便利です。はい、そして隣の引き出しは一番上がキッチンツール。
こちらも既存のケースは色が好みではございませんが、サイズは当然のこと、これ以上使いやすいケースを見つけられずにいるので使い続けています。一番広いところは100均のデスク仕切りスタンドをゲルテープで貼って立てて収納しています。これはね、もう前より断然使いやすくなって大満足です。ちなみにデスク仕切りスタンドは無印にそっくりっていうことで話題になりましたよね。はい。で、その下はボール類と大きめなキッチンツール、ラップやホイルのストックもこちらに入れています。無印のバットは最近購入しました。で、そして何年も使い続けている茅野屋のだし。これを初めて食べた時は衝撃でした。で、詰め替えは面倒なのでパッケージのまま使っています。これ野菜だしはね、コンソメ風味なんですけど、お味噌汁に使っても美味しいです。おすすめ。で、本当はね、ボウルも重ねたくないところなんですけど、他にスペースがないので致し方なく。あとはアイラップと、以前ご紹介していますが、大きめなキッチンツールはスタンダードプロダクツの薄型のファイルボックスに100均の仕切りを強力両面テープで貼って立てて収納しています。倒れないように押さえているのは突っ張り棒です。場所を取らずに使いやすく収納できてなかなか満足しています。そして最下段の引き出しには卓上ガスコンロとガスボンベ。前の家では吊り戸棚の一番上に入れていて、取り出すのが面倒で全然使っていなかったんですけど、一番下に収納したらよく使うようになりました。取り出しやすさってほんと大事ですよね。ということで、ホットプレートも一番下に入れています。ここは他の引き出しよりもちょっと奥行きが浅いので、プレートを重ねないと入らないんですよね。で、本体を出すときにいちいちプレートをどかすっていうのが面倒なので、突っ張り棒で支えを作ってプレートを乗せました。これならプレートが重ならないので、本体もワンアクションで出し入れすることができます。はい、そして観音開きのシンク下はこんな感じです。こちらも本当は引き出しタイプを希望していたんですが、マンション設備のディスポーザーがあるせいで、開き戸にするしか選択肢がありませんでした。これも引き出しタイプのお宅が本当に羨ましいです。で、ゴミ箱が近い扉にはゴミ袋を収納。これ100均のゴミ袋収納バーを貼って剥がせるコマンドタブで貼っています。で、無印の引き出しには姫のおやつ類。上にはゴミ袋のストックとキッチン家電の取説などを入れています。姫のご飯はオクソーのポップコンテナ。これは蓋にスプーンが格納できて本当使いやすいです。で、左側の引き出しも無印で、キッチンで使う洗剤類のストックとか掃除ブラシなどを収納しています。使い捨てのキッチンスポンジはこちらへ。やっぱり白いスポンジは変色しちゃいますね。はい、ということで我が家の収納を一気にご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも収納はどんどん見直してより快適な暮らしを目指していこうと思っています。少しでも参考になりましたら高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。